ダフネ屈指のドリームキャンペーン、伝説引いたらもう一本、が始まっちまったな。加えて優秀すぎるほどに優秀な一般冒険者であるエリゼの別スタイルや、ベテラン冒険者が門足の剣目的で周回しまくったフォードレイグへの新要素追加。おいおいどうした運営。FF コラボ以降は人が変わったかのような働きっぷりじゃねえか。つうわけで今回は、そんなやる気に満ちたダフネ運営の夏のアプデについて、じっくり解説していこうじゃねえか。まず今回のアプデで一番ヤバみを感じた、機体の英傑から見ていくか。400万ダウンロード記念で実装された機体の英傑ガチャ。これはいわゆる復刻闇鍋形式のガチャなんだが、対象になる伝説冒険者は11人。ギリオン、リバナ、オルドリック、ラファエロ、エルビン、シェリリーニャ、ガルバブス、ユズナミキ、ユルサ、舞姫デボラ、ツイソーアダム。いや多くねえ？そんでまたギリオンいるじゃん。お前先日の6欠ガチャで復刻したばっかだろ。俺が知らねえだけで、もしかしてアルボリスレベルの潜在的な需要があったりすんのかな？まあそれを言えばオルドリックも連続闇鍋出演だし、ユルサは単体ピックアップ復刻をしたばかり。それと気になってんのはエルビンなんだよな。今月に転職が期待されてるこの伝説エルフがここにいるってのは、もしかして転職エルビンが欲しいなら今引くしかない、ってことだったりしねえよな。だとしたらちょっとお茶目が過ぎるぜ。そんで肝心の伝説排出率は 5%。キャラが増えたからって伝説が来てくれる可能性そのものは変わらねえってことか。要するに1人当たりの確率は 0.4545%。欲しいキャラをピンポイントで引き当てるのはまず厳しいと言わざるを得ねえぜ。6欠ガチャ同様、伝説をあんま持ってねえ冒険者には魅力的なのかもしれねえが、今回のガチャは伝説キャラの武器も出ねえし、そういう意味でも手放しでは喜べねえ内容だぜ。ユズナミキを引いてもかんざしがついてこねえ、交換でも入手できねえってことだからな。じゃあ全体的に差し引きでマイナスじゃん。400万ダウンロード記念とは名ばかりのクソガチャじゃねえか。と心配させちまったかもしれねえが安心してくれ。今回のガチャには確かに装備がつかねえ。だがその代わりに、特典付きの以外、いわゆる紫骨を使って伝説キャラを引き当てた場合、なんと追加で、この11人の誰かが確定で引ける育成層に刻まれし英雄の以外がもらえちまうんだわ。これもう実質的に確率2倍じゃん。紫骨限定という条件はあるものの、事実上の2倍ガチャも同然じゃん。すげえ大盤振る舞いじゃねえか。2周年前にだいぶ飛ばしてんな。大丈夫か？アクセルをベタ踏みしすぎて床が抜けてねえか？俺が似たような運営の狂気を目にしたのは200万ダウンロードの時か。あの時は普通の冒険者の以外、つまり工場骨を回して伝説が来たら、追加で伝説確定の以外がもう1本もらえるってキャンペーンが開催されてたんだわ。今考えても驚異的だぜ。運営の羽振りの良さもそうなんだが、このキャンペーンを通常骨でやることで発生するマイナスを、運営が全く想像できてなかったのかって驚いたもんよ。だってそうだろ？交換やドロップなんかでちょくちょく入手できる工場骨。これを200万ダウンロードキャンペーン期間中に回せば、実質的に伝説確率が2倍になったんだぜ。じゃあ次の300万ダウンロードでも同じことが起きるかもしれないと考えるのは普通だろ？そうなるともう骨は使えねえ。いつか来るかもしれない伝説おかわりの日のために、拾った骨を倉庫の奥で熟成させ続ける冒険者が増えちまったんだわ。これってビジネスとしても普通にマイナスなんだよな。まあプラスの要素もあるにはあって、200万ダウンロードという節目を大きく祝うことで、休眠してるユーザーを呼び戻したり、工場骨への課金にブーストがかかることもあるんだろうけどさ。それでもそれによるマイナス、例えば通常の 5% ガチャに戻った時や、次の300万ダウンロードの時に同様の施策がないと、ユーザーの期待値を超えられなくなるんだわ。現に300万ダウンロードでは、200万ダウンロードほどの熱狂はなかったように思うしな。でさすがにそれを反省したのか、今回はそれを現実的なラインに修正してきたように見えるぜ。対象を工場ではなく、400万ダウンロードを祝う専用のガチャ骨に限定することで、節目を祝いつつ、ユーザーや運営への不利益を抑えてるわけか。まあそれでも直前に復刻したギリオンやオルドリックをぶち込んでくるあたり意味がわからねえが、とはいえおおむねいい感じ。漠然と伝説キャラが欲しいと思ってる新人には、かなり良質と言っていいガチャかもしれねえな。限定装備こそないが、現環境で最高クラスの火力を誇るユズナミキ。本人の性能もそうだが、継承スキルが右肩上がりで評価され続けているシェリリーニャ。アベニウスとのシナジーが高く、高橋弘樹ボイスで老若男女から愛される別スタイルブラザーアダム。そして俺の精神的支柱。魂の右腕であるマイフェイバリットパートナーギリオン。まあ欲しいキャラは人それぞれだから、自分に必要なキャラが多く実装されてるんなら、今回のガチャはまあありかもしれねえな。限定装備が出ないことはマジで注意が必要だけど。なんだかんだ言って俺自身はギリオン目的にがっつり引いちまってな。
そん時の骨の買い方がかなりお得な感じだったから、この機会にお前らにも共有しておくぜ。俺が買った骨は以下の通り、200円の骨1本、400円の骨4本、4000円の10本、7000円の化石骨付きで30本、1万円の県産系で20本、1万円の全変造系で20本。ここまで合計85本。金額は3万1600円。さらにログインでもらえる分が4本。公式ショップのポイント交換が11本。85プラス4プラス11。これでちょうど100。綺麗すぎる。すげえバッチリ舗装された課金動線を歩かされてるようだぜ。宝石商から交換所まで、一回も信号に引っかからずたどり着くかのような快適さじゃん。しかも今回はおまけもまあまあ豪華。3万1600円払って、ただ100連分の骨だけを買ってるわけじゃねえってことよ。伝説確定骨や化石骨、県産の宝典に全変造石までついてくるんだからな。まあもちろんどれも安くはねえんだが、それでもガチャを回すついでに育成素材がついてくるんなら、金を払う側の満足度は結構上がってくるってもんよ。100連するために3万1600円払えって言われたらちょっと止まるかもしれねえが、宝典や全変造、確定伝説骨なんかをちらつかされた上、ガチャにはギリオンもいるんだぜ。俺の自意識過剰なんだろうけど、なんだか運営が俺に揺さぶりをかけてきてるような気さえしてくるぜ。ガチャの話がすげえ長くなっちまったな。次は新しい別スタイル。ユーナギの除血エリゼの話だぜ。これ美女めっちゃよくね？北方エルフな要素は完全に置いてきてるが、夏の要素を取り入れつつ、それでいて水着ほど過度な露出にはなってねえ。冒険者としてある程度の装備はしてるし、戦士として合理性を保持してるかのような説得力もあるじゃねえか。まあ肩と腹と足は結構出てるが、それはそれでよし。少なくともお前その格好で奈落行くとか舐めてんの？みてえな格好じゃねえしな。そんで性能も見ていくか。まず固有スキルは公平な守り手。前か後ろに中立の味方がいるとき、自分か前後の味方が最大 HP の 50% 以上のダメージを受けると、そのダメージを軽減する。出たよ。ダフネさんお得意のふわふわアバウト構文がよ。ちょっと褒めるとすぐこれだぜ。おめえスキル説明文をわかりやすくするって声明出してたよな。あれどうなったんだ？まさかわかりやすくした結果がこれか？全冒険者にアンケート取っていいレベルの自信があるんだが、これを商品説明というには相当な度胸が必要だと思うぜ。せめて大体の軽減率くらいは書けよ。まあとはいえ、仕組みとしては割と面白いんじゃねえかと思うぜ。通常エリゼの固有スキルは公平な協力者。前後に中立がいると、自分とそいつのダメージを上げる効果だったよな。対して今回のユーナギエリゼは、大ダメージへの軽減。だから俺の第一印象としては、これアリスみたいな使い分けできるんじゃねえかなと思ったよ。アリスも通常スタイルは攻撃より、別スタイルは防御よりだったよな。それと同じで、敵の大技が痛い状況ならユーナギで守り、火力を伸ばしたい時は通常で攻める。俺自身はまだ引けてないから確かなことは言えねえが、それでもカタログスペックから見えてくるエリゼの使い道はこんな感じか。そして俺が今回、実は固有スキルと同じくらい気になったのが骨器スキル。SP が大きく伸びるって効果だな。これマジでかなり大きいんじゃねえか？ギリオンやエアルマスと組ませるために通常エリゼを使ってた俺だが、そん時に一番困ってたのって火力じゃないんだよな。いやまあエリゼ本人の火力もちょっと困ってはいたけど、それよりはるかに騎士運用した時の SP 不足がネックだったんだわ。最近の騎士は騎士の守りとラウンドカバーを使うことが役割になってきてるよな。この2つのスキルは今の騎士の代名詞とも言える存在で、これがあるからこそ騎士は騎士として運用されてるんだとも思うんだが、その性能の対価なのか、SP 消費が相当でけえんだよな。エルフであることが強烈に足を引っ張って、パーティーを守ってるはずなのに、一番最初にエリゼがガス欠になるほどなんだわ。そういう背景もあって、国旗で SP を大きく伸ばせるってんなら、ユーナギエリゼを騎士として使う理由はかなり増えると言えるんじゃねえかな。しかも俺の場合、相棒のギリオンとエアルマスが中立だからな。編成条件もバッチし噛み合うじゃん。ネックとしては排出率か。伝説冒険者より高いとはいえ、4% はなかなか勇気がいるぜ。しかも今エリゼを追うってことは、隣で開催されてる希代の英傑を無視するってことにも近いんだぜ。加えて2ヶ月後には2周年イベントも控えてるような状態。この状況でエリゼにぶっぱできるほど俺の覚悟は決まってねえよ。だからまあそうだな、現在進行形で通常エリゼを現役で使ってて、2周年や希代、あとは FF コラボなんかも言うほど回さねえってやつなら、ユーナギエリゼは追いかけてもいいのかもしれねえな。逆にすでにパーティー編成が完成していて、そんでエリゼを今ほとんど使ってない状況であるなら、
エリゼを見た目だけで追う必要は言うほどないと思うぜ。前例から考えるに、おそらく言うなりエリゼもどっかのタイミングで復刻するだろうしな。そういやエリゼ関連で、ミッションパスの販売もされてたな。夏店に刻む有名ミッションパス、600円。これを買ってミッションを進めることで、言うなりエリゼの骨3本に加え、オルグの奇跡150個が手に入るんだわ。ここから出てくれる可能性はまあ楽観視できないほど低いんだが、それでもワンチャンあることは事実。600円で骨3本と石がもらえるなら、とりあえず買っとくのも悪くねえ。っていうか俺は買ったぜ。なんとかこっから2人、出てきてくんねえかな。ガチャで財布の耐久値を削られた後に紹介するのがこれ。フォードレイブに追加された新要素よ。俺はなんとかクリアしたんだけど、ワープゾーンに次ぐワープゾーンでガチめに迷っちまってたぜ。とはいえやっぱ、未踏派のエリアを進むのはそれだけで楽しいよな。最近はどうしても周回効率とか、どこの宝箱がうまいとか、鉱石がいくつ取れるとか、そういう話をすることが多かったじゃん。っていうか俺が積極的にそういう動画を出してたじゃん。でも今回フォードレイブに入って、ここ通れたっけ？このワープどこ行く？これ戻ってきてねえか？って右往左往してるとき、久しぶりにちゃんと迷宮攻略してる感じがあったんだよな。地図が埋まる。仕掛けを解く。知らない場所へ行く。これが 3D ダンジョン RPG で俺がやりたいことの一つなんだよな。効率がいいから楽しいんじゃない。効率を良くするために試行錯誤して、結果として快適になることが楽しいんだわ。まあワープ地獄自体は人によってかなり好き嫌い出ると思うし、俺も普通に悪態ついてるんだけどさ。けど最終的な評価はやっぱ変わらねえ。楽しかったと思えるんだわ。運営はこういう既存ダンジョンの再利用ってやつを、今後も積極的にやってくんねえかな。新しい奈落を一本作るほどの開発コストをかけなくても、昔のマップに新しい動線や仕掛け、敵、ガラクタを入れて、もう一度探索する理由を作れる。昔遊んだ場所をもう一回コンテンツに戻せるなら、俺は全然歓迎するぜ。とはいえまあ、今回のフォードレイブに関して言えば、報酬はちょっと微妙だったかもしんねえな。ランク6で魔獣特攻がついてることまではギリ評価できるが、片手剣ってお前。もちろんこれはまだ実装当日の評価だよ。強化してみたら意外な使い道ができる可能性はあるし、こっからエグい量の魔獣が出てくるかもしれねえ。だからゴミと断定する気はないんだが、それでも少なくとも手に入れた瞬間、これ取りに毎日フォードレイブ周回だぜ。ってなるほどの見た目ではなかったんだよな。けど一方で、新しく出るガラクタはちょっと気になってんだよな。今回のフォードレイブで追加されたガラクタは、逆転できる装備の質もかなり上がっててな。どうやら星5装備も入手できるみたいなんだわ。まだ完全解明されてるわけではないだろうが、ここが言うほどいいガラクタを掘れる場所になってるなら、FF コラボが一段落した後の周回候補になる可能性はあるんじゃねえかな。とはいえそうなってくると、白亜やイスベルクがライバルとして立ちふさがるわけか。ってのもこのフォードレイブの新要素、どうやらイスベルクまで到達してないと出てこないっぽいんだよな。でそうなると必然的に、白亜の洞窟やイスベルクロックなんかがライバルになってくるわけよ。まあ強いて言えばあれかな。イスベルクに到達した直後なら、このフォードレイブを周回するのも結構ありかもしれねえな。イスベルクの狩り場は確かにうまいが、そこまで行くのは結構きつい。そんな中、イスベルクの害獣に特攻がついた今回のクエスト報酬武器、意味は死の剣があれば、道中の雑魚を蹴散らしながら、サクサク攻略できる可能性があるってわけよ。そういや今回、派手さはないけど BP 表示のアップでも入ったな。冒険者の強さ画面から、各能力値にどれだけボーナスポイントを振ったか確認できるようになってんだわ。ちょっと UI がわかりにくいとは思ったけど、機能としては普通にありがたいぜ。昔引いたキャラなんて、どこにどう BP 振ったか覚えてねえのが大半だからな。こうやって後から確認できるようになるだけで、育成相談もしやすくなるわけよ。まあ、このレベルの機能がなんでサービス開始時になかったんだとは思うけどな。それでもこういうアップでは普通に歓迎だぜ。引き続きユーザビリティの向上に努めてほしいな。